ご視聴ありがとうございます。今回は、大手私鉄のとある駅のご紹介です。駅の立地と線形から見えてくる、人気のない駅が歩んだ数奇な運命、少し離れた区間とのつながりに注目です。私が今乗っているのは、東武スカイツリーラインの上り、浅草行き列車です。東武スカイツリーラインは、関東の大手私鉄、東武鉄道の主要幹線である伊勢崎線の一部区間に愛称が付けられたもの。先ほど北千住駅を発車し、東京メトロ日比谷線の高架を見送ると、線路は東へ膨らむように迂回し、浅草駅を目指します。京成本線と接続する、次の牛田駅を発車です。次が、スカイツリーラインの単独駅、堀切駅です。右カーブで加速していきますが、それほど速度が上がらないままノッチオフ。京成本線の高架をくぐります。この高架線にも今回の話に関わる要素がありますので、覚えておいてください。京成線の高架をくぐってすぐ、次の堀切駅に到着です。北千住から牛田までは 1.1 キロあるのに対し、牛田から堀切までは700メートルしかありません。これは、東武スカイツリーライン、そして伊勢崎線全線で、最も距離が近い場所です。700メートルの割に駅同士が近いように感じるのは、駅間距離が駅舎同士の距離であり、牛田駅の駅舎がホームの下り方、堀切駅の駅舎がホームの上り方にあるのが理由です。ホーム自体は200メートル余りあるため、ホームの端と端の距離では300メートルしかありません。ホームに降ります。かさ上げ前の下りホームがまだ残っており、かつてはホームの先端部が上りホームと同じ位置にあったことがわかります。現在では上下のホームそれぞれに改札がありますが、かつては構内踏切で繋がっていた可能性もあります。かさ上げされているのは上りホームも同じで、駅事務室はかさ上げされていないため、周りだけは高さが低く、階段があります。駅舎のすぐ横に川があり、そしてかさ上げしたホームとの間を埋めるスロープを入れるため、改札機を線路と平行に置き、スペースをやりくりしています。前面展望にも映っていた光景ですが、ここから一旦、下り方を目指します。上りホームは下りホームよりも屋根が長いですが、支柱には古いレールが使われており、設置された時期が古いことがわかります。一方、かさ上げ前の下りホームは、さらに先にも続いています。線路と川の間にある土地を眺めながら、さらに進みます。到着した列車は6両編成。ホーム最後尾に止まるため、前4両分を余らせています。上り列車は逆に前寄せで止まるので、この先6両と8両の最後尾の位置に、監視用のモニターと屋根があります。ただしホームは10両分ある一方、10両編成の最後尾に当たる場所には、モニターも屋根もありません。そして6両編成の端に当たる場所で、かさ上げ前の下りホームは終わり、上りホームもここを境に作りが変わるほか、影になっていて見えませんが、上りホームのかさ上げ部分もここで終わります。6両編成の上り普通列車を横目にさらに進みます。下り方ほどホーム床面には汚れがついていて、長編成の列車が少ないことがわかります。京成本線の下りスカイライナーの足元がちらっと見えると、ホーム終端に到着です。ここから上り方をズームで見ると、ホームの土台の作りが所々で変わっており、重ねた歴史の長さがわかります。下り方は人がいないとはいえ、全体がカーブにあるため、転落検知マットがしっかり設置されています。そしてここまでのカットで、ホーム床面にある乗車位置目印が、8両編成の最後尾を最後になくなっていたことにお気づきでしょうか。上り急行が通過です。この列車は、3駅先の引き船でスカイツリーラインから分岐した後、その次の押上から半蔵門線に乗り入れ、さらに東急田園都市線に乗り入れ、先日話題になった中央林間駅まで行く列車。スカイツリーラインの起点の浅草駅までは5駅なのに比べると、はるかに長い距離を走ります。この車両は、半蔵門線乗り入れのために東武が製造した10両編成の550系です。続いて、下り急行が通過です。こちらは逆に、田園都市線半蔵門線から乗り入れてきて、南栗橋まで向かう列車。東急の新車、2020系での運用で、こちらも先ほどと同じく10両編成です。上りホームにベタ付きとなっている改札から、駅の外に出ます。駅の横には川があり、堤防が迫っています。そこを上がると、こんな風に駅舎をいい感じに見下ろすことができます。
そしてここで大事なのは、左側の時刻表です。上りホームの時刻表には、行き先の記載がありません。これは、この駅に止まる普通、区間準急、区間急行がいずれも浅草駅発着だからです。日中の上り列車は、浅草行きの普通が10分おき。一方、下りの時刻表がこちら。行き先は複数あるものの、注目すべきは10時台から16時台までの間。この間は、2駅先の北千住行きの普通列車しかありません。そう、日中のこの駅には、浅草北千住間の10分間隔の普通しか止まりません。スカイツリーラインに関わる日中の運行系統がこちらです。曳舟で半蔵門線系統が合流し、北千住で日比谷線が合流します。このうち半蔵門線系統は10両編成、日比谷線系統は7両編成です。日比谷線は開業以来、18メートル車の8両編成だったのが、2020年に20メートル車7両編成への置き換えが完了しています。そして浅草駅を発着する列車は、最長でも20メートル車8両までで、日中は基本的に6両です。日中の速達列車は、浅草発着の特急と半蔵門線系統の急行のみで、日比谷線からは普通列車のみです。また、浅草発着の普通列車は北千住までのため、スカイツリーラインの普通列車は北千住で分断されています。そして北千住を挟んで乗り通す場合、北千住駅の1階と3階を行き来する必要がある、不便なダイヤです。浅草発着の普通はかつて北千住から先、竹の塚まで運行されていたのですが、駅周辺の高架化に伴って運行区間が短縮され、現在に至っています。この話の主役とも言える浅草駅と、当時の成平橋、現在の東京スカイツリー駅を取り上げた動画もありますので、概要欄から見てくださいね。豪華2本立てです。ただしこれまで解説した内容は、曳舟北千住間で普通列車しか止まらない他の3駅、牛田、金ヶ淵、東向島にも共通しています。この駅をあえて取り上げたのは、他の3駅と大きく異なる点があるからです。この駅の乗降客数は、1日平均で3500人余り。下り方の牛田が1万9000人強、上り方の金ヶ淵が1万人余りなのに対し、非常に少ない数字です。そしてこれほどの少なさは、東京23区はもとより、この先の区間でもそう見られないもの。この駅の乗降客数を下回る駅が現れるのは、40キロ近く離れた24駅先にある埼玉県の和戸駅です。反対側のホームに向かいます。うっかりスルーしがちですが、駅舎の横にはこんな看板が。この駅舎がある土地は東武鉄道のものではないようです。これほど川に近い場所にあるため、堤防を上がってすぐの場所に荒川の大パノラマが広がります。そしてこの右に広がるのは、荒川と隣の隅田川とつなぐ水路。荒川の横には隅田水門という名前の水門があり、増水時に荒川の水が隅田川に過剰に流れ込んで洪水になるのを防止しています。そしてこの水門の存在と、川が間近にあるこの駅の立地こそが、この駅の歴史にも大きく関わってくるものです。というわけで、下り線側を目指します。下り線側の駅舎はホームと一つながりになっています。線路側には部分的に壁がないところもあり、かつてはここに構内踏切へのアプローチがあったのか、想像が膨らむ場所です。一方、線路をまたぐ場所は、実質的にこの歩道橋しかありません。この先登り方の踏切は 1.2 キロ余り離れており、隣の金ヶ淵駅よりも先にあるほか、下り方で線路をくぐる道路は500メートルほど離れています。一目でわかる通り、ここにエレベーターなどはありません。階段を上がって線路を横切ります。先ほどの隅田水門と線路の位置関係がよくわかりますね。ちなみに水門の手前にある4つの標識、皆さんは意味がわかるでしょうか？答えは概要欄に載せておきます。東京メトロ8000系10両編成による急行久喜行きが通過です。新型の1万8000系に置き換えられることが決まっており、先が長くはない車両です。直通する3社の車両を抑えたところで、上り線側に移動です。駅舎とその左手前にあるトイレは見た目こそ似ていますが、トイレはここ数年で新設されたもの。一方この駅舎は、今から100年近く前、1924年に建てられたものです。その後屋根や外装などは改修されていますが、建物自体は当時のもので、内部をぐるぐると見渡すと、年季の入った感じが伝わってきます。ただしこの路線、
開業したのは1902年4月。それから20年余り経ってから今の駅舎ができたのには、もちろん理由があります。それは、少し視野を広げることで見えてきます。堀切駅を出た上り列車の全面展望がこちら。スカイツリーラインの線路は荒川にぴったり沿っています。川のすぐ横にある駅は多いですが、川を橋で渡る線形になっているのが大半で、川にぴったり沿う線形はあまり見られないものです。そしてこの堀切駅、駅の所在地は足立区千住曙町。堀切という地名の範囲は荒川の反対側、葛飾区にあります。堀切駅が開業した当時の線形がこちら。線路は今より東を通っていました。また、北千住から下り方の線路も今とは異なっており、今より上り方で国鉄の線路を乗り越えていました。これらは、もちろん川の中にあったのではありません。何度か登場してきた荒川のうち、河口から22キロは、荒川放水路という人工的な河川です。この部分ができる前の荒川は、ここから10キロ余り上流で別の川と合流し、今の隅田川に至る経路でした。水量が多く、水運で活躍した荒川でしたが、荒れる川との名の通り、水害のリスクを抱える川でした。1910年7月に伊勢崎線が終点の伊勢崎まで開業した翌月、関東地方を豪雨が襲い、多数の死者と建物への被害が出た関東大水害が起こります。もともと水害に悩まされていたこともあり、これを機に政府は荒川放水路の建設を決定。関東大水害の3年後、1913年には本格的な工事が始まりました。放水路の建設に伴って線路の移設が決まり、全長6キロ余りの工事が国の費用で行われ、同時に電化工事も行われました。これらは1924年10月に完了し、この時新駅もできました。一方、堀切駅は1902年4月の路線開業時からあった駅です。もともと、江戸幕府があった頃から花菖蒲の産地として知られていた菖蒲園へのアクセスのために作られた駅でしたが、利用客の低迷などにより、1905年7月には休止され、1908年4月にはあえなく廃止となっていました。1924年の経路変更に伴って復活したのは、こまめに停車できる電車の利点を生かして都市化に対処するためでしたが、堀切駅は菖蒲園とは川を隔てて遠くなり、31年には京成本線が開通、堀切菖蒲園駅が最寄りとなったことで、元の役割は完全に失われました。32年には700メートル下り方に牛田駅が開業し、京成線との連絡は牛田駅が独占。堀切駅は廃止こそ免れたものの、もともと駅制圏が狭いため、立ち位置はかなり微妙なものになっています。なお、序盤で出てきた京成本線の橋梁は、横にスペースがあります。東部の9線を越えていた説もあるものの、線路付け替えから京成線の開業まで7年ほどあることから、無関係なのかもしれません。詳しい方はコメント欄にどうぞ。その後、65年には荒川放水路が正式に荒川の本流とされ、同時に旧荒川が隅田川になりました。堀切駅周辺には9線の跡はありませんが、隣の金ヶ淵駅の下り方では9線の跡が変電所として利用されているほか、堤防に沿った線形も線路付け替えによって生まれたものです。また、北千住から下り方の9線跡は一部が道路として残っており、建物が線路跡に立っているところもあるほか、西新井駅上り方のカーブは線路の付け替えによって生まれたものです。普段利用していると気づかない、この駅と区間の歴史。スカイツリー観光とセットで立ち寄ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。